笑顔が最高の薬。パーキンソン病患者さんのチャレンジを手助けするスタンドアップ 4PD チャンネルです。こんにちは。私は神経筋認定理学療法士かつケアマネージャーでもあるひでちゃんです。今回はパーキンソン病の知識第12弾の起立性低血圧でお伝えした起立性低血圧の評価、非薬物療法実践編をお送りします。起立性低血圧の疑いがあったり、自覚症状はなくとも自宅で簡便に評価してみたいなという方は、ぜひ動画を見ながら一緒に評価していきましょう。そして、非薬物療法としてお伝えした筋トレや水分摂取、対高圧力操作、失神回避法についてもご説明しながら一緒に実践していきたいと思います。日頃、起立性低血圧にお悩みの方は、朝、起床時、または午後の短時間の昼寝の後などと時間を決めて、1日1回血圧を計測しながら行っていただければと思います。行ううちに血圧低下が消失していけば万々歳ですし、または血圧低下が改善されない場合も、ご自分の血圧が低下した時の症状を毎日自覚的に認知することができれば、うまく転倒の回避が行えるようになってくるかと思いますので、ぜひ身につけていただきたいと思います。このチャンネルでは、このようなパーキンソン病に有用な知識や効果的な運動法をお伝えしていきますので、継続してみたいなと思ってくださった方は、ぜひチャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いします。そして公式 LINE では、どの運動をどれくらいやっていくべきかをリマインド的にお伝えしますので、このチャンネルの概要欄にある公式 LINE リンクから登録をお願いします。今回は家庭用の血圧計を使用します。そして起き上がった時にペットボトル1本分の水分を飲みますので、ベッド脇に血圧計、ペットボトルの水、そして血圧を記入するメモとペンをご用意ください。それでは始めていきましょう。では、始める前に評価をしていきたいと思います。ベッド上で横になります。いつも測っている方の腕で血圧を測定します。私の血圧は収縮期血圧が126、拡張期血圧が78、脈拍が67でした。では、寝ている時の血圧をメモしておきましょう。続いて、いつも通り起き上がり、座って血圧測定します。座ってから1分後に血圧を計測します。本来、起立性低血圧の検査をするときは、医療関係者立ち会いのもと、立位で計測するかと思いますが、ご自宅でお一人で起き上がって、パッと立ち上がって血圧を計測するのは、めまい、ふらつきのある方は危ないですので、この動画では起き上がった後、座った状態で計測していきます。では、1分経ちましたので、もう一度血圧を測定します。私は座った時の血圧は収縮期血圧が121、拡張期血圧が92、脈拍が82でした。
起きる前の血圧が126の78でしたので、私は問題がありませんでしたが、これで寝ている時と起きた時の血圧が上の血圧で20以上、または下の血圧で10以上低下があれば起立性低血圧があると言えます。本来は1分後と3分後に計測します。起き上がって3分以内で血圧低下があると起立性低血圧と診断されます。余裕のある方はまた別の機会に座って1分後、3分後にも測定してみてください。だいたいいつもの値が分かったと思いますので、これをおおよその基準として日々非薬物療法を続けながら血圧を測定して変化があるかを見ていっていただけたらと思います。それでは非薬物療法を始めていきます。ここからが毎日行うケアです。ではもう一度ベッドに横になります。再度血圧を測定します。寝ている時の私の血圧は収縮期血圧が121、拡張期血圧が77、脈拍が67でした。これをもう一度メモをしておきましょう。ではまずは起きる前に足の筋トレをしていきます。起立性低血圧に効果的な足の筋トレは、股関節を伸ばすお尻の筋肉である大臀筋や、膝を伸ばす太ももの前面の筋肉である大腿四頭筋や、膝を曲げる太ももの後面にある大腿二頭筋などの大きな筋肉の筋トレです。ではまず股関節を伸ばす大臀筋メインに鍛えていきたいと思います。まずは両膝を立てます。ここからしっかり足の付け根が伸びていくのを意識しながらお尻上げを行っていきます。お尻上げを10回行います。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。続いて膝を伸ばす大腿四頭筋を鍛えていきます。まず両膝を立てたままで片方ずつ太ももの延長線上にふくらはぎが伸びていくようなイメージで膝を伸ばしていきます。これを交互に10回行います。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。最後に膝を曲げる大腿二頭筋の筋トレです。まず両足を伸ばした状態から片足ずつ曲げて戻す。反対も曲げて戻す。これを交互に10回行います。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。では続いてゆっくり起き上がります。息
勢いをつけて起きないで、横への寝返りを経由して手を使いながらゆっくり起き上がります。次に、用意してあるペットボトルの水を本来であれば5分以内で 500ml 飲みますが、嚥下障害のある方は専門家に指定されている形状でゆっくり摂取するでも構いません。では飲んでいきます。飲み終えました。続いて足の対抗圧力操作です。足をぎゅっと緊張させながら、要するに足全体にぐっと力を入れながら片方ずつ胸に引き寄せます。交互に足を変えながら行っていきます。ご自分のペースで交互にぎゅーっと引き寄せていきましょう。後方バランスの悪い方は後ろにゴロンと転がった時のために布団を後方に置いておくと良いです。では、これで一通りの非薬物療法を終えましたので、座った状態で血圧を測定していきます。座った時の私の血圧は、収縮期血圧が128、拡張期血圧が89、脈拍が82でした。寝ているところから比べると少し上がった形になります。このような感じで日々の非薬物療法を行っていただきたいと思います。今日の評価で血圧が低下した方は、とにかく寝ているところからゆっくりと起き上がる。そして立ち上がるときは支持物を持ってそーっと立ち上がる。立ち上がってめまいなどの症状が出ていないかを確認して大丈夫かなと思ったら一歩出して歩くという形で全てをスローにそーっと症状を慎重に感じ取りながら活動を始めていただけたらと思います。血圧が下がりやすい時間帯は夜間の排尿排便時、朝の起床時、食後、運動後です。その時間帯は特に慎重に症状が出ていないかなと確認しながら、そして動き出して症状が出た時にはその場にゆっくり落ち着いてしゃがみ込む。このしゃがみ込み動作も対抗圧力操作となり、血圧の回復を促してくれますので、症状が消失したらゆっくり支持物を持って立ち上がるようにしましょう。症状が消失しなければ四つ這いでベッドなどに向かい、ベッドを持って立って座るなど対処していただけたらと思います。それでは今回の起立性低血圧実践編は終了です。起立性低血圧という言葉は流通していて認知もされていると思いますが、パーキンソン病の実際の起立性低血圧はかなりベッドからの離床が難重する要因になります。寝ているときは収縮期血圧が160から180で、起きたら収縮期血圧が60台に低下するという患者さんもままいます。もちろんそれでは起きられないので、常時点滴をして塩分もとって薬剤も調整していても1ヶ月単位でその状態が続くという方もいらっしゃいました。これはかなり起立性低血圧が悪化した場合の話ですが、現状少し症状がある程度の方もちょっとした血圧の低下と軽視せず、しっかり水分を摂取して
食事もきちんと摂取して、今回お伝えしたような非薬物療法を取り入れつつ、日々活動的に過ごすことを意識していただけたらと思います。ご不安なことがあれば、遠慮なくコメント欄にご相談ください。それではまた次回お会いしましょう。